こんにちは。モバイルチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。dmn.com、JustinTV、ブログ TV、Ustream、ニコニコでもご覧ください。司会のアデイトです。そしていつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁、長道院大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news. First, we're going to talk about the elections in United States, and so far everybody is happy that President Obama was chosen, but let's see what 総裁長道院大学 is going to tell us about it. このオバマの勝利は、女性票といわゆるラテンアメリカ系のヒスパニックの支持が大きな影響を与えたと、そうですね、いうことと、やはり、アメリカのいわゆるその富の格差 1% の人が大きなお金を握って、99% の人は中産階級以下貧困層と、この歴然と富の配分、財産の配分が、アンバランスになってるから、そうですね、ロムニーは 1% の方の味方になってる、オバマは 99% の弱い人、貧乏な人、そして失業する人たちを応援する。しかしその中でも4年間の実績で、オバマ支持はかなり低下したわけ。あまり貧乏人のためにやってくれなかったという不満もあったんだろうけど、だからロムニーが一応票の上では均衡したわけです。そうですね、五分と五分の勝負をしてたわけ。しかしアメリカは各州の全部総取りやから、勝った方が全部取っちゃうから、票の差は大きくないけれども、実質的に170対300近いもので差がついちゃった、だからこれはやっぱり女性とヒスパニックと1対99の、このいわゆる貧困層の支持がやはり大きかったということだと思います。そうですね、フロリダまで、オバマの方に行っちゃった。やっぱり、Of course, the entire world knows by now that President Obama has been re-elected, and to beginning, we know that he is on the side of poor people and minorities like the Hispanics, the black people. He is speaking for women or for women's rights. But 4 years ago, when he was elected, he was promising many things for those groups, and he didn't succeed yet to fulfill all the promises. And so many people lost confidence in him. On the other hand, Romney was very strong with the rich ones. So Romney was for the 1%, while Obama was for the other 99% of the people. And the race was very tight until the last second. But when they elected finally, Obama got all the important states, including Ohio and Florida. And he had a huge victory, a landslide, 332 votes compared with 203 of Romney. So it shows that people in the United States are still smart. So we are glad that they did a good choice. Next up is Russia, and the Jewish Museum is about to be opened. ペレス大統領とプーチン大統領がモスクワで会談をして、ロシアとイスラエルの関係強化を話し合ったと。でその機会はロシアでモスクワで
ユダヤ人ジュリッシュのユダヤ人博物館ミュージアムを、今オープンしたわけです。だからこれは今までユダヤ人を迫害したわけじゃないが、ロシア革命のレーニンもユダヤ人、ね、それからいわゆるその次のロシアの書記長になった、レーニンの後彼もユダヤ人だったわけ、グルジアのユダヤ人です。多くのユダヤ人が250万人ぐらいがやっぱりロシアの150年ぐらい前にもおったわけだし、イスラエルの建国の前で一番たくさんおった国はロシアですからユダヤ人が。だからそれはヒトラーがユダヤ人を大量虐殺する、ユダヤ人をこの地球上から全部始末してしまうということに対してですね、ロシアがある程度のユダヤ人をカバーしてたという、こういうそのロシアとイスラエルの歴史的な関係から、今回プーチンはユダヤ人博物館というのを認めた、そしてオープンさせたと、だからいよいよプーチンのですね、全世界に、特別の配慮していく、もう東西も南北も関係なく全世界に対してですね友好関係を作っていこうという大きなワールドストラテジーがこれは始まってる一つの一環であろうと、ユダヤ人博物館の誕生は、そういうふうに思います。In Russia, there are many Jewish people. Actually, like Sosai tells us, Russia is the country that has the largest amount of Jewish people besides Israel. And from many hundreds of years ago, when the Jewish people were spread in entire Europe, even Lenin, for example, was Jewish, and other important people in Russia were Jewish. So this relation is really strong from long ago. And now Putin decided to open a museum in the honor of the Jewish people. And the president of Israel went to visit Putin. So Mr. Peres were talking to Putin and reestablish a strong bond in between the two countries. And it shows Putin's policy is strong towards the entire world. So he is very active, and he's gathering approval and economical bonds with the entire world. Next, in England, the top church in England, the Canterbury Church. この英国国教会のカンタベリーの司教が、セクハラ事件を起こしたり、またいろんなその人事で、金銭的なトラブルがあったり、宗教界のモラル、キリスト教のモラルが低下してたということをエリザベス女王や今のキャメロンプライムミニスターがその改革をしなきゃいかんということで、本来は宗教の教会だから英国の国教の一番上に据えてくるのは、ずっとやっぱりプリース牧師が、選ばれるわけだけど、このウィルビー中ストは、ケンブリッジを出て、そして、石油会社へ長年勤めて、
はい、フランス系のナイジェリアの石油会社で活躍して、はい、力をつけた人で、教会に入るのは、ここ20年ぐらいなんです。20年ぐらい、聖職に入った牧師になったいうのは、プリスになったいうのはね、浅い、普通はそのトップに立つ人事じゃない、しかしまあ今までのその習慣を改革しなければ、プロテスタントのいわゆる英国の宗教の権威がグラグラになってしまう。それは英国国民に与える影響は教育上良くないと。そうですね、国民はやはり正しく正義感を持って真面目に働いてもらえるものを作らなきゃいけないと。はい、そのためにはやっぱりキリスト教っていうのは大事である。でこのいわゆるプロテスタントというのはローマのカトリックよりも、はい、まあどっちか言えば清潔なものだと。カトリックよりはカトリックはダーティーな面がある。はいはいはい、プロテスタントはまだノットダーティー、清潔だと、こういう、まあ、見方があったんだけども、最近の、カンタベリーの内部は腐敗してると、腐ってるという見方があるからね、だから大改革しようということで、この新しい、まあはっきり言ったら民間から入れたようなもんですよ、宗教界からというよりは、異例の抜擢です。これはキャメロンやエリザベス女王の英国民の教育というものを、特にモラル、道徳教育、モラルを高めるためにやったもので、非常に国を愛国心の強い人事だと私は思います。国を思う、ね、そうですね。We heard about the many scandals that the Catholic Church and that the monks, the priests were abusing children in all over the world on these Catholic churches. But until now, we didn't hear much about the Protestant church. But right now in England, in this Canterbury church, which is Protestant, there were voices of such child abuse, and so the Queen decided to change the heads of the church and to change the moral of the country and to have the church be something very serious and something that will make the people stronger and raise their moral instead of being tied up with such sex scandals. And Wilby, who was the head of the Canterbury Church, he finished the University of Cambridge, and after that he worked for a French company and later became a priest. So he only has 20 years to be a priest. But finally they decided it's more important to have someone who was a priest from the start. Next, still in England, the next point, we have other problems in BBC. BBC also has such a child molesting scandal. BBC が今問題になっているのは、有名なニュースディレクター、ニュースキャスターのセックスハラスメント、いわゆる少年少女かに対する青少年に対するセックスハラスメントで、問題になってたわけだけれども、この2ヶ月ほど前に就任したニューチャーマンがそのいわゆるセックスハラスメントはBBC よりも政治家の方に多いと言ったわけです。で保守党のある議員もそういうセックスハラスメントを子供にやってると、
これに対してキャメロンたちは反撃したわけ、ね、だからそれが本当にそういうものはあったんだろうとは思うけども、ここで、まあ、いわゆる国営だからね、この BBC は、ナショナル放送ですから、その国のセクハラまでお前はばらすのかと、でキャメロンと、まあ、その名指しでされた元上院議員が怒って、お前はもうクビだということでクビにしたわけです。その代わり60万ポンドをね、退職金やるからと、50万ポンドやるから言って、今問題な、そのお金が多い少ないまた問題になってる。すごい。退職金。And same sexual harassment accusations appeared for heads of the BBC, which is for England what is NHK for Japan, so it's the #1 national broadcasting institution. And when they were accused with those sexual harassment and the scandals, they said that the politicians are doing even worse, and there are even more scandals for the politicians and more sexual harassment. And so Cameron decided to fire this person. On the other hand, we have more problems in China. There was a top conference, the conference of the top people in China. 今全人代のジェネラルミーティングで、チャイナ9およびチャイナ7になるか、これまだ今日決まってないんだけども、明日ぐらいにはもう発表せないかんわけだけど、揉めに揉めてると見る。で、いわゆるプレジデントの胡錦涛がこの間の演説をした時の内容は、チャイナは腐ってると言って、チャイナは政治的に腐ってると言ったわけ。って言いました？自分で言ってるわけ。汚職だと。お金をみんな取ると。このお金を取って、モラルがディストロイしてる間は、中国は必ず滅びるとこう言ったわけ。これ自分で言った。すごいですね。でこういうことは普通言わない。でチャイナは経済成長はしたと。しかし今お金をみんな取りすぎてると。これは全中国14億の人がまだ貧乏して、もう 0.1% の特権階級トップの人だけがお金を持ってると。アメリカは 1% お金を持ってる。1% ですよね。中国は 0.1% お金を持ってる。うわー、すごい。1000分の1、1000分の1だ。だからそういうね、人たちに対してメッセージを与えたんだ。このお金、汚職行動、このダーティーなポリティシャンがいっぱいおるということは、中国の将来は必ず壊れると、潰れると。でそこへ胡錦涛がおって、上海のドンの江沢民、この上海のドンの江沢民が86歳だけどもう引退してリタイアの人が今回の全人代のジェネラルミーティングの胡錦涛の横へドンと座ったわけ。これ今までの例のないこと、ね、これ座ったいうことは、お前の人事は、俺は許さないぞと言って横へ座ってもう睨み合いしてるわけ。すごいですね。もう朝からミーティングしながら、誰を次のチャイナ9にするかチャイナ7にするか、揉めてるわけですよ。で次のプレジデントになる習近平、これはワイフは有名な歌手です。
ね、それでお父さんは昔のバイスプレジデント、いわゆるグッドブラッドの毛並みのいい次期プレゼントになる習近平は終始うつむいてるわけね。元気がない。だから州を外すか外さないかとか、次のプレジデントは誰にするかってものすごくこの5ヶ月揉めてたわけですね。ほんで一つの核嫌いという人が英国の MI6 の人間を女房が毒殺ポイズンで殺したんです。これはもう死刑判決で執行猶予をついた死刑判決になってるわけだけど、今度のポーシー来も核嫌いもどうなるかという、でここらを含めてですね、ものすごく表には出てこない裏での政治の大戦争があると。大戦争がもう戦争ですよ。だから北京はこの会議の1週間は、車も入れない、人も通れないほど厳重なチェックをしている。オリンピックの時のガードの10倍の人が出て、全部チェックしてる今。すごいですね。もう歩けないんだよ。で今天安門の広場の周辺は、厳戒態勢でもうエマージェンシー体制なんです。国家非常事態みたいなことやって会議やってる。それほど内部がもうけんけんがくがくと対立して揉めてるということですね。その政治家が喋ってる時、中国でテレビで見える、例えばアメリカだったら、インターネットでもずっと、どこかのインターネット番組とかずっと映ってます。その政治家の話とか。全部は中国映さないからいい。部分はちょっとニュースでも出すけども、オープンするけども。で今この喧嘩のシーンは絶対映さない。それは映さない。ただああいう演説スピーチをするはずがないんで、中国は腐ってる。遅くだと。遅くということは自分全部お金を取ってることです。ほんでナンバー2のプライムミニスターの温家宝は、今アメリカでは温家宝ファミリーは$1ビリオン以上の財産をもう作っちゃってると言っても問題になってるわけですよ。ね、だから温家宝というのはきれいな人だと今まで言われていた。そのきれいな人がプライムミニスターが大きないわゆるダーティーマネーを握って持ってるという、ブラックマネーを持ってるという、誰も信用できないとみんな思ってる今、中国の14億の国民は。これはね、必ず中国はこれから内乱で揉める。中国は自ら汚職で内乱で揉めると、私はそう思います。In China is economically doing quite well in the recent years, but the gap in between the poor and the rich is much stronger than, for example, in the United States. In the United States, we have the so-called 1% who are the rich people. In China, it's 0.1% who are rich. So the rest of the country are still very poor, still fighting for survival. And this 0.1%, many of them are politicians, and they are receiving bribe money from other Chinese citizens and from so this bribery is so developed in China that at the meeting, there was a big meeting with the top politicians of China. The now president said that China is very dirty, and because of this bribery is going to be destroyed, that they are destroying China themselves by all the time taking this money. And
that there is nothing clean anymore. And so they are still considering whom they are going to choose to be next president. Xi Jinping is the next candidate, but there are still a lot of talks. And while this conference happened, they had much more police people guarding and checking everybody who enters. In Shanghai, it was much more than during the Olympics. And so Saichoden Daikaku tells us that they are very fighting, and it's very unstable, this political situation in China. And we are going to see more about this. We go into commercial and see you after the break. はい、ヌーパルガールの成田優子です。今回は健康食品スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。健康食品スーパー乳酸 CPL は1982年東海大学医学部においてがんが消滅している現象から発見された物質で、世界で初めて合成に成功した健康食品です。 CPL は天然の原料、主に砂糖大根を発酵させた乳酸を原料に製造メーカー朱明堂さんが開発した製法で安全な健康食品です。粉末をお茶やヨーグルトに混ぜてお取りください。ご購入希望の方はヌーパル .jp のホームページからアクセスしてください。お待ちしています。Welcome back. And next topic is Brazil, where the police is hunting down the mafia. 次のオリンピックが行われる2000年オリンピックはリオデジャネイロで、マフィア対警察が、もう真正面から銃撃をやって撃ち合って、100人ぐらいがマフィアが死んで警察が70人死んでる。すごい。でマフィアが今、もう警察官に1人殺されたら警官を2人殺すぞと、はっきりもの全世界に向けて放送してるわけ、だからこれではオリンピックはできるのかと、危なくて、2016年のオリンピックですか？2016のオリンピック。2016年、2016年のオリンピックは、まあもともとリオデジャネイロは治安が悪いと、危険だからできないんじゃないかと言われて、しかしまあお金が動いたから、リオデジャネイロに決まったんだけど、今もう大変な警察対マフィアという、このいわゆる、コロンビアもかなりそういうことはあったわけだし、思い切ったやっぱりマフィア一掃作戦を警察と軍隊が出て、抑えないと。軍隊もいや今軍隊出てないけど、だから警察だけではマフィアには対抗できないような、マフィアのいわゆるもう武装がですね、大きな力を持って、これ一般のエジプトなんかはイスラム同胞団でこれは武器を使わないわけです、シリアは武器を使ってるわけですよ。これはもう外部の国の応援があるから、外国のフォーリンカントリーがサポートするから、シリアはアゲンストガバメントはアサド向かって弾を撃つわけです、ブラジルは外国の応援じゃなく、国内のマフィアが銃を持って警察と戦うというね、非常にこの発展途上国、まだアンデベロップメントカントリーの100年前のような原始的なシチュエーションというものがね、私も感じられて、次のオリンピックは果たしてできるんだろうかということを心配してます。Brazil was chosen to be the next country where the Olympic Games are going to be held in 2016, and but compared to that, the situation with the mafia
the mafia is still flourishing, and so people are thinking, is it really possible to hold the Olympics in Rio de Janeiro while the mafia is going on in that manner? And so recently the police started to crack down on the mafias, and recently they succeeded to kill 100 mafiosi, but 70 police officers were also killed. And mafia openly they made a statement that for every single mafia guy that will be killed, they are going to take down 2 police officers. And so it's like a declared war in between mafia and police. And for example, in Syria, those rebels are doing it with the money from outside the country, and that's how they are shooting at their own government by being helped from the outside. But in Brazil, it's the same people, the own country's people, who are shooting towards the government. And so Sosai Chodo in Daikaku tells us that he is really worried if they will be able to hold the Olympics, if they behave like a third world country that is not even developed and still at that stage of primitive fighting each other. Next stop is in Egypt, and we have yet a new fraction against President Morsi. だからまあイスラム同胞団でモルシを担いで、モルシイスラム同胞団イスラム教徒がミリタリーと戦ったわけね。はい、そうです。で選挙でイスラム同胞団モルシが勝ったわけです。でその今、軍隊は一応モルシが人事を変えて抑えたわけ。はい、軍隊は今静かになっている、モルシーの言うことを聞いてアゲンストモルシーじゃない、はい、ところがこのイスラム教徒の中の、いわゆるニュースファクションというか、新しいグループが、はい、このいわゆる我々の、期待思ってたような、我々のための政治をモルシーはやってないということで、反モルシー運動で今またデモを始めている。こういうことでエジプトの次のいわゆるその革命勢力は、イスラム教の内部分裂によってまだ始まるんじゃないかと。そこで軍隊がどっちにつくかということで、ひょっとすれば、軍と反モルシーのイスラム教徒が組んで、モルシーを倒すということも、その危険は感じられるという動きになってきたと私は思います。そう、ちなみにエジプトで今AV ビデオをインターネットで見ちゃは法律違反になってます。このモルシーがそういうルールを出しているで、AV を見るはそのシャリア違反とかそのイスラム教に違反、それでまたそういう反モルシーのグループが出ているというか、その自由がなくなるですね。今までのいわゆる宗教の厳しい戒律を、生活の中で強制した場合に、これはやっぱり反対運動を起こすやつが出てくる。今までそれはイスラム教徒は、イランにしても、リビアにしてもシリアにしても、こういう宗教色が強いガバメントは、女性はこれ肌を出しちゃいけないってこと。そうですね。足も手も、顔まで隠す。そうですね。全部肌を見せないという、こういう一つの宗教的制限があったわけです。エジプトはそういうのなかった、フリーだった。今までエジプトはそんなあんまり一部の、ファクションの人はそれをつけてたけど、ほとんどの市民は自由だった。
でトルコもそれで揉めてるけどね、自由な何とそのイスラムに女性はみんな真っ黒でつけろと。しかしエジプトは自由だったから、それを今度は厳しく女性を取り締まれば、やっぱり反対する人たち必ず出てくるだろう。だから今モルシに反対する連中が動き出してるということですね。そうですね。軍はまたそのチャンスをどう捉えるか。どう捉える。When the elections in Egypt took place, we knew that it was in between the military regime and this Islamic regime. And Morsi was the winner, and so he, as a head of the Islamic party, he won. And there was a period when the army was still making troubles and didn't accept Morsi as the new elected person of Egypt. But now there is a fraction, another Islamist fraction that starts to be against Morsi. So it appears that there are going to be trouble in between Islamists, and the military is just probably waiting to see who is going to attack who in between those Islamists, and maybe the military will take leadership again. Recently, Morsi gave a new law to stop the people of Egypt to watch porno videos in internet because it is against the law of Islam. So this is forbidden now, and there is a fraction who is against this because it means cutting the freedom of expression. Next up is Russia and the outer space program. 今のロシアの宇宙開発公団のプロジェクトでですね、そこの公団の社長が6.5 ビリオンルーブル、65億ルーブルを盗んで、そして自分の海外のダーミーの会社、自分の個人のプライベートの会社に金をみんな送って隠すと。昔ボリス・ベルドフスキーが、ロシアのルーブルをどんどんスイスや英国やに持って逃げたという、それみたいなことをまだ今でもプーチン体制でやってるから、プーチンはそれを見つけて、即それをクビにして、その前この間防衛大臣を変えたでしょ。そうですね。あれは防衛庁の土地を安く自分の関係者に売って、ほんで不正な取引をして金をもらったから言ってクビにしたわけです。今度は宇宙を、だからものすごく厳しく粛正、チェンジをプーチンは大統領になって始めたと。メドベージェフ大統領の時は要しなかった、それは。あれはちょっと甘い。プーチンは大統領になった途端に、いわゆるミリタリーのいわゆるジェネラルを、総合参謀総長の地位を首切った。これは土地を売ったのだろうと、不正に安く売ったのだろうと、それを何十箇所とロシア全部で売ったらいいかと、だからお前はクビだと。今度は宇宙の開発計画で、その膨大な予算をお前は65億ルーブル盗んだだろう、だからクビだと。次また次から次へとそういう不正をやるやつを、もうプーチンが見て、これ不正だ、お前はパッと即クビにする。だから独裁者の国は合理的だになるんですよ。無駄がなくなるんですよ。そうですね。日本なんかみんな盗みまくってるけども、ね、小田原でも何百億何千億盗んでるけども、全然刑事罰にならない、堂々としてる。今日も無駄になったわけ、ね。だからそういうものはやっぱりプーチンとか独裁者の、いわゆるその指導力というものがあった方が、国はすぎっと合理的になるということだと思いますよ。民主主義じゃできないことです。
Last time we spoke about the Ministry of Defense in Russia, who sold land for a very cheap price, and so Putin fired that Ministry of Defense for doing that. And this time he fired the Ministry of Outer Space for having pocketed 6.5 billion rubles and sending that money overseas in Swiss and other banks. So he stole this money. And when Putin found out, he fired this person. And Putin is showing how strong he is and what a strong moral he wants for his country. And in Japan, it's a pity that we do not have the same strong leadership. Ozawa also received a lot of bribe money, but nobody is targeting him for what he did. Next, again to the sex scandals in USA, General Petraeus, who was the head of CIA, is now in the news for some scandals related to so-called girlfriend and a journalist. これはね、ペトリアスいわゆる CIA 長官、この人は元アフガニスタン、イラクのミリタリーの司令官で、コマンダンテなんです、これが CIA 長官にオバマによってなされたと、でこの方は非常に正義感のある人ですから、まあ間違ったことはしないという、支持者が多いわけです。しかし CIA は今3つのファクションに分裂して揉めてるわけです、だからそのブラックウォーターの連中がいろいろ悪いことばかりやってるわけですよ。武器の密輸もワポンの横流し、麻薬の販売、そういうテロ活動、今ちょうどシリアでいろいろことやってるのはこの連中なんです。シリアにお金を出して、アサド攻撃だとか、カタフィの暗殺テロ暗殺、それからムバラクの追放、いろんなことを陰謀をやる CIA がいっぱいおるわけです。でペトリアスは軍の出身だから、そういうことはあんまりやってきてないわけだ。それからニュートラルであり、なおかつ正義なんです。正しいんです。たまたまそれは女性記者と恋愛したという、これは事実かわからない。そうですね。これ売春婦と恋愛したんじゃない、女性記者と恋愛したんだから、誰でもやってることなんです。そうですね、人間としてね。前の IMF のドミンゴがホテルの女をお尻触った相手首ちょん切られた、これも陰謀ですよ。これこんなもんで普通ちょん切られない。今回もペトリウスが CIA 長官を解任される、辞めさせられる、理由は女性記者と不倫していたと。こんな不倫なんかもうアメリカなんか全部やってるわけだから。そうですね。クリントンだってもう不倫だらけの男です、あれは。もうジョージ・ブッシュも不倫ばっかりやってる。みんな不倫は当たり前なんだ。不倫でやめるやつおらない今まで。ゴルファーのあいつぐらいだ、不倫でちょっと休んだのは。タイガー・ウッド。やりすぎて。あんな当たり前ですよ。しかしこれ一人の真面目な女性記者と人気のある、これと仲良くやった、これは美しい恋愛なんだから、不倫でやっても認めるべきなんだ、なぜやめるかと、それは近々このいわゆるリビアのベンガジで領事館でアメリカ領事が殺されたということは、皆これアルカイダの仕業なんてこうなってる、テロにやられたとこうなってるわけ、これは非常に大きな疑問がある、このやられた男こそカタフィの財産のいわゆる
白昼強盗に絡んでるわけですよ。片栗を殺して20兆円の金を取った、はい、このいわゆることに絡むし、アフガニスタンも絡むし、イラクの利権にも絡む。 CIA の工作員ですよ、はい、これを殺したのは誰だということの真相がペトリウスは知ってるわけです、CIA 長官として、はい、これにまともに喋られたら大変だというので CIA の長官を外しまなきゃいけないと、議会の証言前に、近々その証言をペトリウスがやるということは決まってたわけだね、これをストップと、お前は女と不倫したというのでちょん切られた。すごいですね。これを知ってるのは一部の人知ってるわけです。非常に気の毒だよね、ペトリウスは。すごい気の毒。この女性とのね、はい、恋愛で、はい、皆から褒められなきゃいけない、ああいう言い方と付き合って、はいはい、ね、幸せですねと褒められないからね、不倫だやめろってバカなことあるかって、これは女と話もできない、これじゃそうですね、そんなアメリカの社会は普通じゃないんだよ、いびつな社会じゃない、アメリカはもっとフリーなんです、はいはい、これ裏があるということ、裏の陰謀が、別の目的があるんだ、これだから FBI に投書してやらした、オバマもバカだね。General Petraeus used to be the head of the United States Army, and he fought in Afghanistan, Iraq. So he is a very great strategist, a very correct person, and a very respected person. And recently he became the head of CIA, and he is now forced to step down for a trivial so-called scandal. It came out that he was dating a journalist, very serious woman who wrote his biography. So probably in order to write that book, she needed to be many hours with him. And humanly, logically, they probably were attracted to each other. And so it's not like he would have, gone to the horse or something like that. And to blame him so much and to force him to step down for such a simple fact that probably 90% of the men in the United States are doing anyway, it's very suspicious. And Sosai Chodo in Daigaku tells us that it's the same thing what happened to the head of the IMF, who was also forced to step down allegedly to abusing a hotel servant. These scandals are used in order to take down those people because they would know something, they would have something to say. And concerning Petraeus, there was a situation in Benghazi where the ambassador of United States was killed a couple of months ago, and it is said that Petraeus might have known exactly what happened, and there are many fractions of CIA who are conducting all kind of, they pull the strings and they, for example, give money to the rebels in Syria, and so it could even be that it came from the CIA itself what happened in Benghazi. And Petraeus is a very serious person. He doesn't really go for such strings to be pulled, and there was the possibility that he would speak out, and so FBI decided to cut him out by using this very trivial relationship in between those two intelligent people. And last for today, there was a meeting of IAEA supposed to happen and to talk about the nuclear weapons stop in the world, but that meeting has been cancelled.
だから IAEA が、中東会議をやると、はい、中東のミドルイーストで比較してノンニュークリアエリアを作る会議なんですよ、はい、ミドルイーストのノンニュークリアエリアを作るための会議なんです。ミドルイーストでニュークリアワポンを持ってる国、また持とうとしてる国は、はい、イスラエルは持ってる、はい、イランが持とうとしてる、はいね、パキスタンはパキスタンも持とうとしてる、インディア、ね、インディアミドルイーストじゃない、あ、はいはいはい、これはアジアです、アジア、はい、セントラルエシア、だからイラクは、イランは、はい、この会議にコンファレンスに出席すると言った。参加する、参加しますとイランは、はいはいはい、ということはノンニュークリアを私たちは実行しますという意味があるわけね、参加すると。そうですね。このイスラエルはどうなるかと。はい、イスラエルもまさにミドルイーストで真ん中にあるわけですよ、出るか出ないかと、はい、出にくくなっていくわけ、だから出るわけにはいかないっていうので、これの開催のいわゆるリーダー国はアメリカ、ユナイテッド・ステイトですから、はい、ユナイテッド・ステイトが中止と言ったわけ、これ計画を。クリントン国務長官が絡んでるんで、これはすごいイスラエルに、はい、イスラエルのために中止したわけ、だからせっかくのニュークリアが、会議すればノンニュークリアになると、ミドルイーストがそのノンニュークリアを達成するもう会議ができるのに中止しちゃったっていうことですね、はい、なんでこれはアメリカがイスラエルにそこまで配慮したかと、ちょっとやりすぎじゃないかと、これ世界から見たら、ね、はい。This conference of the IAEA was supposed to be in order to stop the nuclear weapons in the entire world. So that was the goal of this conference. And of course, all countries are taking part, but especially this Far East area, we already know that Israel has nuclear weapons. Pakistan also, and Iran is aiming at making, we don't know, probably making nuclear weapons. But Iran, they said they will go to this conference, so Iran is ready to stop nuclear weapons. But Israel, who already has nuclear weapons, they are probably not willing to stop and to give up on nuclear weapons. So United States and Clinton had to cancel this meeting and to not make Israel have to join the meeting and stop the nuclear weapons. So United States is kind of too kind to Israel. We thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。